廃墟になってしまった祖母の家。廃墟復興を目指してクラウドファンディング挑戦中。温かいご支援お待ちしております。納屋の片面床をつけて今日も続きをやろうと思ったら、なんか異様に獣臭がする。マジで鼻が詰まってて分からんけど、これでよく見ると、このなんか黒いの変なすすかなんか土ぼこりかなと思ったら、なんかちょっと見覚えない。このまさかなんかこの細かいまさかネズさん糞だ。ネズミの外来。ネズミなのかな。いやでもネズミか、このぐらいの大きさってねえ、こんなちょっとの糞って。なんかゴロゴロ出てきたのは昔いっぱい出てきたのはもっとなんか大きかった気がするけど、あれは溜まってたかなってこと？いや、あれはね別のハクビシンとかタヌキとかのやつだと思うんだけど、この大きさネズミだね。さすがにネズミだよね。あとなんかちょっとおしっこ臭いというかアンモニア臭みたいのもする。それ猫じゃない？それはだから多分床ができたことによってちょっと来始めた。でちょっと動物の対策もしないとだね。ここも風よけと雨よけで、ここ今窓というか扉がないから、とりあえずこの板戸を貼り付けてたけどしっかりビスで、だけどこれが外れてるから、風なのか動物が突き破ったのかは分かんないけど、まあ風だと思うけどね。さすがに無理やりそんなことやる動物はいないと思うから。そうだね。だってなら猫とかならあっちからでも入れる。いやでもこの糞はネズミでしょ。ネズミかコウモリ。コウモリか。確かに、それもあるね。ネズミかコウモリだね。1枚。とりあえずいいよ。1枚外す。1枚いい？こっちは別に外す必要ない。前回打ったビスが思ったより根田が細かったみたいで飛び出てるから、根田じゃね、ビスの長さを変えてもう一回打ち直します。根田がさ、綺麗に四角形じゃないじゃん。それだから飛び出てるよね。これ全部下に貫通しちゃってたんだ。そう、ネーターだね。ほんとなんかおしっこ臭いな。全然感じんけど。
これでまた後ろも貫通しちゃってんじゃないの？いやさすがに41だから今打ってるのが。ああ、長さをね。なるほどね。貫通ね。貫通は絶対ないね。これ根だから。本当だ。ああ、本当だ。それなら大丈夫そうだね。大丈夫そうだよ。絶対大丈夫だ。めり込ませないから。この変になんかたまに三角形っぽくなってるやつ。ああ、あるね。まあちょっとはみ出ちゃうかもしれない。短すぎると今度はね強度が。あ、てかここいいんだった。終わったから完了。じゃあ次はまあこっちにどんどん、本金を。作っていくんだけど、はいはい。まあ一回大工さんにも見てもらって、まあもうここの構造は地震とか来た時に、あえて揺らして耐える構造なの。そんな構造あるんだ。そう、昔は大体そうらしいんだけど、こうだからこう空間が空いてるでしょ。ぴったりはまってないじゃん。だからこれも横とかに揺れた時にこうやって、本当これ耐える。これが逆にぴったりだと、こうがギーッて詰まって。ああ、なるほどね。そうそう、だからもうあえてもう揺れて耐える。ああ、そういう、だからわざとこれミスじゃなくてわざとだったんだ。そうだからこれ逆にやっちゃうと、多分地震とかに弱くなっちゃうんだろう。へえ。そうだからそういうまあそのここどうやって使うかっていうのも伝えて、まあほぼもう物置だったり、まあ上でちょっと自分たちがくつろげる空間にできればいいなっていうのを伝えて、言ったらまあじゃあもうそういうなんだ耐震的な部分とかもやったらキリがないし、もうレベルを合わせるのはもう不可能だから、もう水平をね、ああ、そうね。こんだけあれだと無理だもん。ほんと一個一個ジャッキで上げてってやったら多分もうこの建物が崩れちゃう。ああ、そうね。確かに。もうだからもうこれはこれで一応今のまま立ってるから、だからまあほんとこんな感じでコンパネを引いてって、水平とか合わないのはもうしょうがないっていうのはキリがないから、まあだからこんな感じでとりあえずまずコンパネを引いて、これでその次にここの土壁をまた作って、これ隙間を埋めて、これでそこから壁を作るならまあ土壁むき出して生かしてもいいし、そのコンパネを壁にもなるほどね。貼ったりしたりしていけばいいっていう風だから、まずはとにかくコンパネをやって足場を作って、その床のピースを。ってことは次は土壁全部一回この土を取っ払って。いやそれは絶対やっちゃダメ。あ、ダメなんだ。上から塗って足す感じか。補強、あくまで補強ってことね。土壁をもうこれ抜いちゃうと、土壁のおかげでかかってるというか保ってるから崩壊しちゃう。本当に崩壊しちゃう。危な。これね、この隙間もこの相手でこれで耐震になってるってことですね、これ。そこの土壁は違うじゃん。ここはさすがに違うか、劣化か。まあでも、土壁もそうだけど、土壁もびっしり竹駒に作った時もちょっと開けたじゃん。下に空間を。開けましたね。あれもそうで、地震が起きた時に、もう
ぴったりで詰まってると竹がこうやってグッてしなって土うんうんうんがモコってなってボロボロって落ちちゃうからまあ土壁も同じあれなんだけど、まあここはねさすがにちょっと隙間が空きすぎというか、まあね風が入ってきちゃうから、そうね、これはもうすっかすかだからね、ほんと。だからまずはとりあえず床というか基礎を作ってこうんうん、了解。う地道にどっか合わせてやったのよいしょ。本当にもうむちゃくちゃだなここもなんかだいぶギリギリっていうかあれだよね、ここの部分だいぶギリギリ。なんか書いた覚えてない。バレたかなんか時がバレないと思ったんだけどな。はい、お願いします。わあ、すげえ綺麗。めっちゃ綺麗に切ったじゃん。そうですね、問題は合うかどうかですね。おお、ちゃんとこっち側にも隙間ができた。隙間というか。おお、でも本当うまいね。すげえ、めっちゃ綺麗に切ってる。そっち側の方が難しい。あ、うわ、ほんとじゃん。ほんとだ。そっち側も合わせんとなのか。1センチぐらいあ、ここを出すってことね。この。が飛び出てるんだよ、ここが。で、ここあはあ、ここがか。ここもなんだかんだ大事なとこだから、うん。ここら辺を釘の代わりにこうやってはいはいはいはめ込んである。蔵もそうだったじゃん。うん。そういうあれだから。
まった？もうちょっと。もうちょっとだね、本当に。もうちょっと。そのちょっと削るのが難しいの。そうはまった。ここはまあハマったけど、ここがなんか謎に飛び出てるよね。ここ盛り上がってる。本当だ。でもここは別になんかこういうくさびみたいなやつとは違うと思うから、だからここはもうそぎます。あ、そいじゃうんだ普通に。はい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 。そぎます。結構そぐとなると大変そうだねこれ。あ、その方法でやればいいか。すげえ。おお、すげえ。気持ちいい。ここがあまりにも空間が空きすぎてるな。ここのうん。ネタが本ここはちょっとなんかを足さないとだな。絶対ベコベコになっちゃうから。当だ。うん。ああ、ほんとここだけちょっとへこんでんのか。うん、この部分だけ。そう内側とかと比べて。そうだよね。へこんでるね完全に。合わせるぐらいなんかを入れないと。ほら、ここだね。明らかにはい。浮いてると。完全に浮いてますね。そっちに行くにつれてどうなんだ。こっち側？こっち側はこっち側大丈夫だね。本当だ、大丈夫。お互いまあうまくなんかをはめてやらないというか。隙間にね。ああ、でもここら辺はなんかありそうだな、いいのが。なんかある。うん。お、早速。ほんと良さそうじゃない？なんか。大きさ的にも。うん。あ、なんか良さそう。でここの松ってこんな育ってたっけ、綺麗に。ねえ、なんかこいつだけは成長してる。ほんとだ。元に戻るのがわからない。これはもうなんかボーボーすぎて、あ、こっちはなんかいい感じのあれになってるけど。これでもちょっと伸びてきたところを剪定してってあげればうん、これ綺麗な、良くなる。うん、マスのあれになりそう。あと高すぎて背が。そうなんだよ。
で登りはこれしやすい形してんだけど、上からだとどこ切っていいか本当それこそ分かんないんで。どうですか？いいじゃん。まあ多少これでもさ、もうあと数ミリぐらいの本あれだから全然大丈夫。問題はこっちが浮きすぎないか。あ、大丈夫そうか。あ、それめっちゃいいんじゃな大丈夫そうだ。いいね。い？うん。じゃあもうこれはこれで打ちつける？そう、まずここがもうちょっとグラグラうん。がここにもはまってないからでかすぎて、とりあえずここはまあしょうがないで、これはここでちょっと固定しちゃおう。打ってなるほど。まあいい具合にうん。揺れ回りつつ、だけどここにずれ落ちない。いいね。そうちょうどいいの本当見つけれたね。でこれを取り付けていきます。うん。まあ本当の宿にする方の古民家は、しっかりプロの方にアドバイスをもらいながらというか、一緒に教えてもらいながらやるつもりだから、そこはご安心ください。そうだね。さすがに俺らだけじゃ。そこはね、クラウドファンディングもしてるわけだから、まあ間違いないようにね、そうもう慎重に。何よりも安全面はでも妥協しちゃいけないからね。いいね。おお、ほんといい感じに隙間がほんと埋まってる。いい具合に隙間が埋まってる。そうなんだよ。ずっと蚊の音がするんだよ。ほんとバカ。バカか。バカか。これでじゃあ。そっちも、こっち側も割と乗ってるし、もうかなり綺麗に。あ1回目より上達してる。あげます。はい。あ、やばい、どんどん肩の力が。筋トレ筋トレ。持ち上げるのはまた別の力筋肉かな。肩の。あ、はい。
運命の瞬間。運命の瞬間ですね。ぴったりでやってくれ。ぴったりじゃない。おいおいおい、マジかよ。これぴったりじゃね？マジで？大丈夫だ。切らずに済む。お。切らずに済む。あれはもう今年の分すべてを使い切ったぞ。まあ、仮に切るとなっても結局俺は切らないから関係ない。なんで切らないの？その初めから切らないって決めつけてんだよ。いやだってまあ布これマジ下手だよ。もうやらないから下手なのよ。ああ、やってればうまくなる。俺だって初め、今はだって別にうまくはないけど、初めだって俺はうまくないよ。あー、しかもそうか、最初左用でやってたもんね、なんなら。乗ってはいるんだけど、ん。ちょっと打つってなるとちょっと微妙。あーギリギリすぎて確かにギリギリすぎるなこれ。ほんとギリギリ。これであともし階段作るってなった時に、うんここ何にもないじゃうんうん。ん。すごい気になるじそこはもう気になるっていう問題ね、ただ。ゃん。いやだって気になるくないだってこんなダーンってなってんだよ段差が。こああ、うかぶさってればはみ出てる分にはそこをやってうん。できるじゃん。白く砕ける。もしかしたらこっちの方がうまくいってくれるかもしれない。あらあらあれめちゃんこぴったりじゃん。ここもうまく隙間出てるし。で問題はこれでもう一枚がそこにはいはい。まあここにね。理想はみ出るぐらい理想はみ出るぐらいまでいってくれればマジで全て解決。だってもうここもちょうど半分ぐらい出てるでしょ。そうだね、これほんと半分ぐらい。めっちゃ、こう運命の瞬間だよ。もうはみ出てくれれば OK。 そういうことか。はみ出はしないでくれる。はみ出はしないけど、まあ1個作業が減った。あ、でもさっきよりはこう乗っかってるからいいな。ほんとだ、さっきよりは乗ってますね、確かに。これなんでもどう打ち込める？いや打ち込みはすると思うんだけど、はいはいはい。あ、いやギリギリだな。あら、ダメだった。いやこっちはないけど、ちょっとこっちもギリギリです。こっちもギリギリだな。パンツが見えそうで見えん。ゴルフしてんの？まあここはな、あれのサッシを入れた方がいいか。サッシというかそういう細い当て木じゃないけど、そういうのを入れての方がいいような気もする。これでいきましょう。だってもうここ微調整せずに。そう、ほら、だからめちゃめちゃここはぴったりなわけよ、本当に。なんで本当ここのやっぱ分ちょっとこっち側とは脇が違くて、そうほんとぴったりだもん。びっくりするぐらい。で、まああとはここだね。どっちみちここはああ、そっか作。らないとだね。ちゃんとここを打ち込めるこの隙間もこうねあるっていうこっちが。そうでもこっちはもうあと打つだけでもうほんとここ作るだけだ。そしたらもうこっちの面はうやば。ならなんかこの綺麗なやつじゃなくてちょっと、ああ、そこだけならね、確かに。あれをちょっと探しに行くか。そうだね。あ、てかもうなんならここら辺のあれでいけんじゃね奥のあれでいいじゃん、細いやつ。これねそう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 、もうそれじゃん、もう絶対落ちないでよ。
ヤギとかだったらね押してもうまくふわってバランス取って、まあさすがにこの高さはあるかもしれないけど。まあまあ幅は全く一緒だから、うん幅っていうか厚さそうね、だからもうあとこうカットするだけだ。素晴らしい。でも綺麗に切れましたね。さてはい。ハマってくれるのか。どうなんでしょうか。どっちだな、こっちだな。そうね、そっちの方が綺麗です。おはいおー本当にぴったり。めっちゃ綺麗に切れた。あ、ここはちょっとあれだった。でもこっち側は完璧ですね。まあ許容範囲。うん。今日はい。てかね、ほら見て、これが曲がってんのよ。あ、なるほどね。あ、まあ言うてでも本当そうだな。こっちが曲がってる感じですよね。そう本当だ。はい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 。まあいいんじゃないでしょうか。うん。針が入ってる部分はこう盛り上がってて、入ってない部分はこう沈んでる。本当にすごいよ。もうこうなみなみになってる。伝わるかな。ビー玉とか置けばね。そうね、本当それこそ。なんかいいのがあるけど。お。まあこれでうん転がってたら斜め。斜めですね、完全に。おお。これでなんとか一面が完成したね。いや、4分の1って感じだね。いや3分の1か。こっちはうん。一応吹き抜けにする予定だから。
あそこ一番わかるかな。超うねうねになってるじゃん。じゃあここなんか柵みたいになんか作る？まあそうだね。ここの俺のイメージとしてはこのコンクリートのなんかひんやりした部屋、ここをその今まで廃墟とか納屋から出てきた、まあ、レアもの、珍しいもの、そういうまあ古いね、道具だったり巻物だったり、そういうのを飾るスペースで、一番ここが日当たりが悪いからこそ、吹き抜けにしてなんだ、ここら辺からのこぼれ日を当ててあげる。当ててあげる。一番暗いところだからこそ。なるほどね。で逆にこっちは日当たりがいいから、こうやって床を作ってここでゆったりゴロンと、そうここ吹き抜けでもいいかなと思ったけど、まあまあ明るいから、ここは上でのんびり、まあその方がいいね、確かに。あれすごいな本当に。とんでもないあれだから、もう絶対無理だなと思って、その床を作るのが。確かに。逆に今までてかあそこ土だったんだ。そうそう、上土壁だったね。そうだから絶対あそこもう床作れんなと思って、あんなもうぐにゃぐにゃじゃん。ここもよくでも土壁こうあれしてたよな、だからもう床作らないから、あそこに入ってる、まあ、細い根だはいらないから、ほんと十字田んぼの田っていう感じの、そういうこと。じゃあこの根だは取っちゃうんだ。そこはもうなんだ、この床入れるためにあるだけだから、多分そこ十字があるだけでも大丈夫だと思うから。なるほどなるほど。まあそこのね味あるやつは隠さず出してあげたいから、まあまあちょっとね、じゃあ寝転がってみて。はい。まあまあ歩いた感じもいいね。しっかりしてるわ。最初の変なあれ、最初どんな板が置かれてたんだっけ？ほんとただのあれだったよね。もっと細いさ。そうだよね。で途中から確か抜けてたんだよ、ここら辺は。それこそ俺が立ってるあたりとか。そうていうかここはもうね、あれだったじゃん、藁がね。そうぎっしりだった。いやもう本当にうわー、でんぐり返しまでちゃって突き抜けちゃうんじゃないの、そのまま。そりゃないよ。ガラガラーンって回転して、ここから土壁バーンって当たって穴開けちゃうんじゃないの？開かないよ。いや気持ちがいいね。いいじゃん。なんかあれだよ、梁になりきってるよ、それ。そう、弟を梁にしよう。梁にしてその上にコンパネを置こ無理だな、いやーいいわこれは。今度パンツは大丈夫だね。お腹は見えてる。これは気持ちがいいね。うわ、寝ようとしてるな、これ。ヘルメットまで取って、そのヘルメット枕にすればいいんじゃない？高反発枕。いやいいわ、本当にいいね。おお、転がれる。